1894年、人口4000万に満たない小さな島国が人口4億とも言われる大国に宣戦布告した。かつて眠れる獅子と恐れられた当時のアジア最大の大国だった。誰もが勝つのは死んだと信じ、あっという間に決着がつくと予想していた。しかし蓋を開けてみると勝敗は全く逆の結果に終わった。なぜ生まれたばかりの新興国がアジア最大の大国に勝つことができたのか。今日はその日清戦争の謎に迫っていくです。前回の動画で見た通り、西南戦争は日本国内で起きた最後の内乱だった。それからわずか17年、日本は初めて外国を相手にした本格的な戦争へと踏み出すことになる。舞台は日本列島ではなく朝鮮半島であった。当時の朝鮮は清の強い影響下に置かれた国だった。しかし日本は朝鮮を独立国として扱い、対等な関係を結ぼうとしていた。この小さな半島をめぐる綱引きがやがて大国同士の激突へと発展していく。今回は日清戦争を3つの謎で解き明かしていく。第1の謎、朝鮮をめぐる対立。なぜ日本と清は朝鮮半島で衝突することになったのか。第2の謎、連戦連勝の理由。なぜ小国日本は大国清に一度も負けることなく勝ち続けられたのか。第3の謎、勝利がもたらした運命。なぜこの勝利が日本のその後の運命を大きく変えることになったのか。順番に見ていこう。まず第1の謎、朝鮮をめぐる対立について。1876年、日本は日朝修好条規を結び、朝鮮を独立国として扱う立場を明確にしていた。しかし清は朝鮮を長年の属国とみなし、その姿勢を崩そうとはしなかった。そうした中、1894年、朝鮮国内で大きな反乱が起きる。東学東の乱だ。重税と役人の腐敗に苦しんだ農民たちが各地で蜂起し、対応しきれなくなった朝鮮政府は、宗主国である清に鎮圧の援軍を要請した。清は直ちに出兵を決める。そしてかつて結ばれていたある条約に基づき、日本にも出兵の事実を通告した。天津条約だ。一方が朝鮮に出兵する際は、もう一方にも事前通知するという取り決めだった。これを受け、日本も対抗して大軍を派遣した。ところが日本軍が到着した頃には、東学東の乱はすでに沈静化しつつあり、出兵の名目は事実上失われていた。それでも両国は朝鮮から軍を引き上げようとはしなかった。日本政府内ではこの機会に朝鮮の内政改革を主導し、清の影響力を排除すべきだという声が強まっていった。そして1894年7月、日本軍は朝鮮王宮を占拠し、親日的な新政権を樹立させる。清はこれに強く反発した。もはや両国の武力衝突は避けられない状況に追い込まれていたのだ。続いて第2の謎、連戦連勝の理由について。まず戦いの火蓋を切ったのは海の上だった。1894年7月に15日、朝鮮沖の宝東付近で日本海軍の巡洋艦浪速が清国の輸送船を撃沈した。この時、浪速を指揮していたのは、後に日本海海戦で名を轟かせることになる東郷平八郎という若き艦長だった。数日後の7月29日には、陸上でも衝突が起きた。青艦の戦いだ。日本陸軍は朝鮮に展開していた清軍を撃破し、初戦を制した。そして1894年8月1日、日本と清は正式に宣戦布告し、日清戦争が始まった。戦いの舞台は朝鮮半島から満州、そして黄海へと広がっていく。9月15日、日本軍は朝鮮北部の要衝、平壌を攻撃した。平壌の戦いだ。
秦軍は数で勝りながらも日本軍の攻勢の前に総崩れとなり、満州方面へと敗走した。そのわずか2日後の9月17日、黄海で両国の主力艦隊が激突する。黄海海戦だ。秦の北洋艦隊は当時アジア最大級の戦艦を擁していた。しかし日本の連合艦隊は速射砲を備えた快速艦を中心に統率の取れた艦隊運動で応戦した。激戦の末、秦国艦隊は主力艦を失い、戦闘能力のほとんどを失った。その後、日本軍は遼東半島の要衝、旅順、さらに北洋艦隊の拠点、伊海衛を次々と攻略していった。陸でも海でも、日本軍は大きな敗北を喫することなく勝ち進んでいった。なぜ、これほどの差がついたのか。理由の一つは、軍の近代化の徹底度だった。秦の洋務運動は、西洋式の兵器や軍艦を導入しはしたが、指揮系統や人事は旧来の派閥政治のままだった。一方の日本軍は、前回までの動画で見た通り、徴兵令によって全国から集められ、統一された訓練と指揮系統の下で動く近代的な軍隊だった。もう一つの理由は平坦だった。電信と鉄道、汽船による補給網を整えていた日本軍に対し、秦軍の補給と連携は場当たり的だった。技術の最上に、組織としてどれだけ一つにまとまれるか。その差が勝敗を分けたのだ。そして第三の謎、勝利がもたらした運命について。1895年4月、戦争の功は交渉が下関の地で行われた。日本側の全権は内閣総理大臣伊藤博文と外務大臣陸奥宗光。秦側の全権は直令総督李光章だった。こうして結ばれたのが下関条約だ。その内容は秦にとって屈辱的なものだった。朝鮮の独立を秦に認めさせたこと、台湾と遼東半島を日本に割譲すること、そして当時の日本の国家予算の3倍以上とも言われる巨額の賠償金を支払うこと。小国だったはずの日本はこの条約によって一気にアジアの大国へと躍り出た。しかし勝利の喜びもつかの間だった。条約締結からわずか6日後、ロシア、ドイツ、フランスの3国が日本に対してある要求を突きつけてきた。遼東半島を秦に返還せよ。三国干渉だ。軍事的圧力を背景にしたこの要求に、当時の日本には抗う力はなかった。日本は屈辱を飲み込み、遼東半島を秦に返還せざるを得なかった。この一件は、日本国内に強烈な感情を残した。臥薪嘗胆。この屈辱を忘れず、いつか力をつけて雪辱を果たすという言葉が合言葉のように広まっていったのだ。そしてこの起こりは軍拡へと日本を突き動かしていく。その先に待っていたのは、かつて宝東沖で秦国船を撃沈したあの東郷平八郎が主役となるもう一つの戦争だった。改めて整理してみよう。日本はなぜ秦に勝てたのか。第一の謎、朝鮮をめぐる対立は、独立国としての朝鮮をめぐる日本と秦の思惑のぶつかり合いから始まった。第二の謎、連戦連勝の理由は、装備の最上に、組織としての近代化の徹底度の差にあった。第三の謎、勝利がもたらした運命は、日本を一気に大国へ押し上げると同時に、三国干渉という屈辱を通じて、次なる戦争への道を開くことにもなった。日清戦争は、日本にとって初めての本格的な対外戦争であり、そして同時に、アジアの大国であった秦の権威を決定的に失墜させた戦争でもあった。この勝利で得た自信と三国干渉で刻まれた屈辱利益。この二つの感情が日本をさらなる軍拡へと向かわせていくことになる。今日のまとめをしておこう。朝鮮をめぐる対立、
組織力の差による連戦連勝、そして勝利と屈辱が同時にもたらされた運命。この3つが重なり合い、日本はアジアの小国から大国へと駆け上がっていった。日清戦争での勝利をあなたはどう見るだろうか。近代化の到達点なのか、それとも次の悲劇への入り口だったのか。ぜひコメントで教えてほしい。前回の動画もまだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてほしい。次回は日露戦争に迫る。日清戦争で名を挙げた東郷平八郎が、日本海海戦でどんな奇跡を起こすのか、その真相を解説していくべき。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。